おはようございます。しんやです。今日の FD レストアはいよいよ本格的にボディの塗装を進めていきたいと思います。今回塗装していく色はこちら、マツダの 46V 3コートのキャンディーレッドです。前回の動画で朝食して小物パーツ塗装してみたんですけど、この色めっちゃ綺麗。ただ塗り方でものすごく色味が変わる。だからボディの塗装をしていくとき、パーツごとに塗っていくとフェンダーとドアで色が違うとか、ボンネットだけ色が違うとか、単体で塗装するとちぐはぐな感じになってしまいそうなんで、塗装するときはボディいっぺんに通しで塗装してしまいたいんですよね。ただそうするとドアの中とかパネルの裏側とかが塗装できなくなってしまうので、今回は先にドアの裏、そしてフェンダーの裏、ボンネットの裏みたいな、パネルの裏側の塗装を進めていきます。それじゃあ外装パネル外して塗装できるように準備やっていきます。よいしょ。よいしょ。フェンダーの裏側研ぎ入れてなかったんでさっと研いでおきます。次マスキングしていきます。表側は研ぎが終わってるんで、塗装ミストがついたりするとまた研がなきゃいけなくてめんどくさい、二度手間になっちゃうからね、塗料がつかないようにちゃんと紙貼っておきます。ヘッドライトカバー、これも塗っちゃいます。ボディに組んじゃうとこの横面が塗れなくなっちゃうんで、こっちを今回塗ります。でこの上面はマスキング。でひっくり返してこの状態で塗装しちゃいます。フューエルリッドカバー、これも同じ。これも裏側を塗装して表側はマスキング。同じくボンネットもマスキング。はい、ということで塗装の準備ができました。フロントフェンダー左右、そしてボンネット。ボンネットはこんな感じで台に吊るして塗装やっていきます。で小物部品、これを今回塗装していきます。でメインとなるのはこの辺ですね。フェンダーの隠れる部分、ドアを開けると見えるんだけどつけたままだと塗装できない、こういう場所をメインで塗装していきます。こことか、あとここピラーのところにつく部分とか、こういうところがメインですね。でこっち側の部分は完全に隠れて見えなくなるところなんで、塗っても塗らなくても正直どっちでもいいんですけど、まあサビの抑制にもなるし、外した時に見栄えがいいのでここも塗装をしていきます。ボンネットも同じですね。基本的にはこの端っこの部分しか見えなくて、真ん中はインシュレーターがつくから見えなくなっちゃうんですけど、今回全て塗装していきます。ダッシュします。危ねえ、危ねえ危ねえ危ねえ。ただ乗っけてるだけだからあんまり
押さえ込んじゃうと倒れちゃう。時々やらかすんだよね、これでね、ひっくり返したり。はい、そしたら塗装やっていきます。塗装は前回と同じですね。まずは下色。決まりが悪いから、決まりのいいちょっと濁ったような赤、これを塗ってから調色したメタリックベース、これを塗って、でカラークリア塗ってっていう風に塗装をやっていきたいと思います。それでは今日は割と早いね。お待たせしてないけど、それでは皆さんご一緒に塗装タイム行ってみよう。タッククロスでホコリ取ります。次、調色した色。クリアレッド。やっぱりこの赤綺麗だね。とりあえずカラークリアまで塗装終了。次、仕上げに乳液のウレタンクリア塗っていきます。塗装翌日、綺麗に塗れました。塗り上がりはこんな感じです。特に開け閉めして目につきやすいボンネットの先っぽの方とかツヤツヤにして綺麗に塗装してあります。ヘッドライトのカバーはこんな感じ。これがこう車についてこんな感じで開け閉めする。で開いた時にここが見えるからね、ここも抜かりなく綺麗に塗ってあります。そしたら一回部品撤収して、次はドアの作業を進めていきます。
それじゃあまたサフェさんの研ぎから進めていきます。はい、サフェーサー研ぎ終わったんで、次シーラー入れていきます。このドアのエッジの部分、ここ自分で剥がしたんで新しく入れ直す。でノズル、こんなの使っていきます。この端っこに羽がついたやつでこうドアの縁に当てて塗るとシーラーが、ずれにくいやつ。これアタッチメント買ったんですけど、ちょっとねメーカー間違ったのか、ここに刺せるやつじゃなかったから、ちょっと今無理やり繋いでんですけど、でもこれで使えそうだからこれでやっていきます。綺麗にできるかな。結構見える場所だからね、ちゃんと綺麗に入れたいよね。いきます。いいよ。あー難しい、これは難しい。これじゃダメだな。ダメだな。このノズルがあんま良くないのかな。いや、もっとムニューっと出せばいいのか。とりあえず1回目、すごい作業が久々すぎて感覚がわからない。握る量、シーラーを出す量が足りなすぎましたね。こんな感じでね、隙間が空いちゃってたりとかして全然綺麗じゃない。一回これ全部拭き取って、でもう一回やり直します。このシーラーもったいないから、こっち側のパネルの方に塗り込むところに使おう。このシーラーを回収して再利用。やっとシーラー入れ終わった。失敗して5回ぐらいやり直しをやってます。でも頑張った回だけあって綺麗に入れることができました。ドアの下はこんな感じ。ずーっと来て、で端っこの部分とかは純正と同じようになびってこんな感じですね。やっと綺麗に入れることができた。ほんとシーラー入れるのって難しい。っていうか最初使ってたこれが良くなかったですね。ノズル無理やりつなげてたから、このつなぎ目の部分から漏れてきちゃったりとか、あとここもくねくね動いてこれが安定しなくてうまいこと線を引くことができませんでした。だから結局普通のノズルこれ使って普通にシーラー入れた方がやりやすかったです。あと鉄板が合わさる部分、内張りで隠れる部分なんですけど、ここもこんな感じで入れてあげて、でドアの裏側シーラー入れるのはこれで終わりです。そしたらまだ反対側のドアもやらなきゃいけないし、バックドアも残ってるから順番に入れていきます。とりあえずこれ入れ終わったから台に吊るしちゃいます。
ちょっとここ失敗したね。モコモコモコってなっちゃってるから、指で整えていきます。スーッと。よし OK。バックドアのはこんな感じです。これが一番綺麗にシーラー入れることができた。トリガーを握るスピード、そして動かすスピード、あと手のプルプル加減とか、その辺がね、ようやくこのバックドアで感覚を取り戻したというか、慣れてきたというか、だからこれが一番綺麗にできました。そしてちょうどよく慣れてきた頃に、シーラーを入れるものがなくなるという、はい、これがねめっちゃ綺麗にできた。こんな感じになりました。そしたらあとは塗装ですね。さっき塗装してたのと同じように表側はマスキングして、でドアは台に吊るしてこんな感じで塗装していきます。バックドアは寝かせたままこの状態です。で塗装するの忘れてたフェンダーのダクト、これも今回一緒に塗装していきます。それじゃあ塗装していきます。塗るのは下色塗って、ベースカラー塗って、カラークリア塗って、仕上げのクリア塗って、さっきやったのと同じになるんで、今回は早送り映像ばっかかな。なんかそんな風になりそうな予感。まあとりあえず塗っていきたいと思います。それでは本日2回目の塗装タイム、行ってみよう。ちょっと待てよ。早送り映像じゃなくてこのドアつった状態でどういう風に塗るのか、それだけ撮影しよっかな。なかなか見ないからね、こういうつって塗装するシーンね。キャンディーレッド。ラスト仕上げのクリア塗っていきます。
塗装翌日。今回の動画2回目。今回も綺麗に塗れました。トゥルントゥルンです。ゴミも全然つかなかったし、綺麗に塗れたんではないでしょうか。台に吊るして塗ったドアはこんな感じです。台がねちょっと邪魔で塗装しにくいんですけど、それでもこんだけ綺麗に塗ることができます。まあこの辺は慣れですね。そう、ここの台がさ、こう塗るのに邪魔なんですよね、ガンが当たって。こっち側はドアを開けると一番目につく部分ですね。ここもツヤツヤ綺麗だね。でシーラーの感じはこんな風になります。逆光で分かりにくいかな。はい、こんな感じです。塗装するとね、もう全然違和感ないですね。綺麗にシーラーが入れれてます。もうちょっと分かりやすいシーラー、これバックドアですね。バックドアの下側です。こんな感じになります。もうこうやって塗装してしまえばね、純正と何ら変わらない感じになってると思います。綺麗にシーラーも入れることできたね。ちなみにバックドアの塗りはこんな感じです。ツヤ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 。そして今日晴れてるんですよ。めっちゃ天気いいの。この晴れた状態でどんな色味になるか。わあ、めっちゃ鮮やか。前回小物パーツ塗った時は曇り空だったからね、色味がちょっとくすんでるというか発色がいまいちだったけど、太陽光に当てるとすごく綺麗だね。ドアもちょっと外の方に持ってきました。やっぱり太陽光に当たると色味違うね。これがね、ちょうど自分こうやって影るとね、ほら結構深みのある黒い赤になるけど、光が当たるともうガーッとこう鮮やかな色が出てくる。結構変わるねこれね。ほら、この感じで車1台塗装すると超かっこいいんだろうなはい、ということで今回はドアとかパーツ類の裏側の塗装をやってみました。これでドアを開け閉めしても中と外の色が違うとか、色がちぐはぐになってるとか、そういうことにならないからかっこいい車になるんではないでしょうか。そしたら次回はボディの塗装を進めていきます。やっとボディに色が入る。まだ外装は塗れないんですけど、この中の方とか見えなく塗れる部分塗装したりとか、あと車内もね真っ赤に綺麗に仕上げていきますんで、見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。